弟のお祝いを家族でするから、外で一人でケーキを食べなさいって。兄の自宅前で私が目にしたもの。それは玄関先でポツンと座り込む姪の姿だった。街路樹の葉が落ち始め、人々はそろそろ冬支度を始めるこの季節に、姪は靴も履かずに一人で座っている。異様な光景だった。潰れたケーキを持つ姪の両手が震えていた。みんな家の中で弟のお祝いをしているの。兄夫婦の楽しそうな声が窓から漏れていた。こんな格好で寒かっただろうに。私は涙を流す姪を抱きしめた。こんな小さな子に一体兄夫婦は何をしたのだろう。怒りがこみ上げた。わかった。もう大丈夫だから。この兄夫婦を地獄の底へ突き落としてやる。私は拳を握った。そして、過去の真実を探るために、姪の本当の母親を呼び出した。金のためなら手段を選ばない、兄の悪どい手口。しつけや教育など、何の理由にもならない、姪への兄夫婦の仕打ち。恐ろしい事実が次々に発覚する。そして迎えた兄夫婦の結末。今過ごしている家族団らんが二人にとって生涯最後のものであることを、まだ兄夫婦は知る由もなく。私の名前はあゆみ、27歳。大学を卒業後、地元の小さな企業に就職した。経理課に所属し、数字とにらめっこの毎日だ。毎日定時で仕事が終われば、ヨガ教室やスポーツクラブで汗を流し、一人暮らしのマンションへ帰宅する。週末は友人と旅行やドライブを楽しんだり、映画館で思いっきり涙を流したりと、充実した日々を送っている。結婚は、そのうちできたらいいだろう。焦ったって仕方ない。お前、まだ独身なのか？独身が楽しいなんて、そんなの生き遅れた奴の見栄だよ。もう、地味なお前に男が寄ってくるはずがないか。我が家には毎年、正月恒例の親戚の集まりがある。両親も親戚も、私が独身であることに何も言わない。しかしただ一人、それを嫌味のように言ってくるのが兄の正也だ。兄は5年前に4歳年上の義士と結婚した。そして今は4歳の娘の父親だ。義士は気配り上手で、両親ともうまくやっていた。私にも優しく、仕事もできて、優れた人間性を持つ義士は私の憧れでもあった。私は義士を本当の姉のように慕っていた。兄さんみたいな自分勝手な人が結婚できた方が奇跡よ。しかも、あんなしっかりした、綺麗で優しい奥さん。私は冗談交じりに反撃した。昔から兄は自分に優越感を抱いており、よく私を見下していた。そのため、これくらいの冗談交じりの反撃は日常茶飯事なのだ。あんまり調子に乗ってたら、奥さんに逃げられるわよ。兄は鼻で笑った。あいつは俺に惚れてるんだよ。どこまで自信過剰なんだ。私は呆れて、その場を離れた。確かに学生時代は、真面目で、生徒会の委員を務めていた私とは違い、兄はやんちゃだが、容姿にも恵まれ、女子生徒から人気があった。私はいつもそんな兄を横目で見ていた。羨ましいと思ったこともあった。私と兄は別世界で生きているようだった。
親戚の集まりから5ヶ月ほど経った頃、思いもよらぬ出来事があった。私の言った冗談が現実になったのだ。マサヤ、離婚したんだって。ゴールデンウィークの連休を利用して実家に帰っていた私に、母が困惑した表情で言った。どういうこと？あんなにも夫婦円満で幸せそうだった兄夫婦に何があったのだろう。突然の報告に私は動揺を隠せなかった。しかし、驚きはそれだけじゃなかった。近々再婚するんだって。私は頭の中が真っ白になった。あまりの急展開に理解が追いつかない。そんな、かなちゃんは？かなちゃんとはもう会えないの？かなとは会うたびに人懐っこい笑顔で私を慕ってくれる4歳の兄の娘、私の姪だ。離婚して義士と暮らすことになったら、私は二度と姪に会えないのだろうか。それがね、かなの親権はマサヤが取るんだって。マサヤが育てるそうよ。私はさらに驚いた。兄が育てる？私が記憶する限りでは、兄が育児に参加している姿を見たことがない。親戚の集まりの時でも、家族のことは気にも留めず、親戚のおじさんとお酒を飲んでばかりだった。大人になっても自分勝手な兄に、姪を任せられるのだろうか。それに、姪も義士が大好きなはずだ。兄が育てるということが、姪にとって最善の選択なのだろうか。私は少し不安になった。それから再婚の話は順調に進み、兄は離婚してから2ヶ月後に籍を入れた。その数ヶ月後、兄嫁のお腹の中には新しい小さな命が宿っていた。あまりにも早い展開に誰もが驚いた。はじめまして、のりかって言います。よろしくお願いします。顔合わせも結婚式も行わなかった兄夫婦のために、入籍後、両親が実家で食事会を開いた。それが私と兄嫁との初対面だった。兄嫁は25歳で、兄より5歳年下だ。胸元がざっくりと開いた T シャツに、太ももをあらわにした短いスカート。私は目のやり場に困った。指先は魔女を連想するほどの派手な色の長い爪。妊婦とも母親とも思えない容姿だった。親しくなれそうにない。私は兄嫁と挨拶以外に交わす言葉が見つからなかった。両親も私と同じ気持ちだろう。食事会はあまり会話が進むことなく、静かに終わっていった。やはり私の気がかりは的中した。姪は兄が離婚してから一度も笑わなくなったのだ。今までの愛らしい笑顔が嘘のように消えていた。食事会ではずっと下を向いていた。そんな姪を兄嫁は全く気に留めず、目を合わすこともしなかった。これからこの二人は親子としてやっていけるのだろうか。私の不安は募る一方だった。かなちゃん、新しいお母さんとうまくいってるのかしら。元気がないようで心配だわ。兄さん、ちゃんとかなちゃんのケアをしてあげてね。子供の心は繊細だから。帰り際、実家の玄関で私は兄と二人きりになった。兄嫁は手洗いに行き、姪は両親と部屋の中で遊んでいた。何言ってるんだ。カナはあいつに育児放棄されたんだ。それで落ち込んでるんだよ。新しい環境に慣れたら
また元気なカナに戻るさ。離婚の原因だってそうだ。俺はもっとカナを大切にしてほしいと何度も何度も頼んだんだ。それなのに、あいつは子供以外に大切なことがあるって言って、家庭を捨てたんだよ。あいつとは元義士で、メイの本当の母親だ。あんなにもメイ思いだった元義士が、私は唖然とした。だから俺には何にも責任はないんだよ。これから新しい家族で楽しくやっていくんだ。責任はないなんて、メイを立派に育てること、幸せにすることが父親の責任ではないのか。私がそう言い返そうとしたとき、お待たせ。兄嫁がやってきた。そして、私たちの会話は終わった。メイは、あの兄嫁のもとで、本当に幸せになれるのだろうか。帰り道、私はずっと考えていた。同時に、兄の言葉が蘇った。元義士が家庭を捨てた。本当なのだろうか。どうしても信じられなかった。私はショックを隠しきれず、夕焼け空を見上げた。しかし、こみ上げた涙は止まることなく、私の頬を流れ落ちた。私はそれからもメイのことが気になり、たまに兄の自宅を訪れるようにした。かなちゃん、遊びに来たよ。私の声が聞こえると、メイが玄関の扉を開けてくれた。少しずつ表情が和らいできたようにも見えた。新しい生活にも慣れてきたのだろうか。しかしそれは私の単なる思い違いだった。今日はこのお人形で遊ぼう。お母さんごっこしよう。私が兄の自宅でメイと遊んでいると、兄嫁の冷たい視線が刺さった。兄嫁は私が遊びに来ることをよく思っていないのだろう。兄嫁のお腹はだんだんと大きくなっていった。妊娠は順調のようだ。しかし妊娠を言い訳に、兄嫁は家事を一切していないようだった。そのため家中が散らかり、洗濯物は山積みになっていた。私はママの仕事の邪魔だったんだ。いらない子なんだって。人形を握りしめて、メイはぽつりと言った。お母さんごっこをしていて、元義士を思い出したようだ。なんてこと言うの？そんなことないよ。ママはかなちゃんのことが大好きだよ。あまりにも突然のメイの発言に、私は困惑した。ママはね、お仕事が大事なんだって。私がいたら、お仕事ができないんだって。だから、新しいママのところに行きなさいって。そんなことは絶対にない。確かに元義士は大企業に勤め、課長という役職を任されていた。責任感は人一倍強く、仕事を怠ることはできなかったようだ。しかし、メイをとても可愛がっていたことは確かだ。メイに向ける温かい眼差し、優しい声。それらは確かに母親そのものだった。元義士は仕事以上にメイを愛していた。絶対にそうであったに違いない。そんなことないよ。ママはね、自分の子供より大事なものなんてないんだよ。だからママは、かなちゃんが一番好きなんだよ。本当に、元義士が言った言葉なのだろうか。私にはそう思えなかった。誰がそんなことを言っていたの？私はメイの目を見て尋ねた。メイも、私の目を見て、口を開いた。その時。余計なことを言うんじゃないよ。兄嫁がメイを叱った。あんた、
自分の部屋がおもちゃで散らかってるでしょ。さっさと片付けなさい。そう言ってめいは兄嫁に腕を引っ張られ、別室へ連れて行かれた。めいは引っ張る兄嫁に抵抗せずに黙って従うだけだった。そして一度だけ振り返り、私を見た。助けて。私はその時、めいの心の声が聞こえた気がした。その夜、私は兄に電話をかけた。何度も言わせるなよ。だから、あいつが仕事をする上で、カナが邪魔だからって出て行ったんだよ。何を疑っているんだ。それにノリカの愛情が足りないだと？ノリカだって、急に4歳児の母親になったんだ。うまくできなくて当然じゃないか。ノリカなりに頑張っているんだよ。電話の向こうで、兄が苛立ちを爆発させた。じゃあ、兄さんはカナちゃんをちゃんと可愛がってる？カナちゃん、兄さんのこと何も言わないのよ。兄さんの話になったら、口止めされているかのように黙り込むの。私は、あの時のめいの悲しそうな瞳が忘れられなかった。当たり前だろう。でも俺は毎日仕事で忙しいんだ。カナのことは専業主婦のノリカに任せてあるんだ。独身のお前にとやかく言われる筋合いはないんだよ。また兄の責任転嫁だ。自分の可愛い娘でしょ？仕事が忙しくても、一日の少しの時間でもいいから、一緒に過ごす時間を作ってあげてよ。カナちゃんの話に耳を傾けてる？カナちゃんの好きなもの、何か知ってる？兄は何かを隠している。兄は嘘をつくといつも逆ギレするのだ。隠し事を見破られないためにも、いつも必死でそれを隠そうと声を荒げるのだ。それは昔から変わっていない。私は騙されない。うるさい。もう二度と電話をかけてくるな。家にも来るな。俺たちは新しい幸せな家庭を築いていくんだよ。お前は何も関係ないだろう。そう言って兄は電話を切った。来るなと言われても言ってやる。目を助けてあげられるのは私しかいないのだ。それから月日が経ち、梅雨の季節を迎えた。兄嫁は予定通り、無事に男の子を出産した。兄嫁が退院してから床上げまでの期間、兄嫁の母が兄の自宅に住み込み、兄嫁の手伝いをすることになった。そしてめいはその間、実家で私の両親と過ごすことになった。めいはとても嬉しそうに、実家でのびのびと過ごしていた。食欲も旺盛で、顔色も良く、元気いっぱいだった。私は頻繁に実家を訪れた。私が来たことを知ると、めいはとても嬉しそうに私を迎え入れてくれた。昔のめいの笑顔だった。しかし、兄や兄嫁の話になると、相変わらず下を向いていた。その時だけは、めいとの間に壁を感じるのだった。長い間ありがとうございました。楽しかった1ヶ月間はあっという間に過ぎ、兄嫁がめいを迎えに来た。かなちゃん、いつでも遊びにおいでね。待ってるからね。めいはまた下を向いていた。ほら、さっさと帰るわよ。玄関で見送る私たちを何の気にも留めず、兄嫁はめいの腕を引っ張り、足早に去っていった。決して普通の親子の歩き方ではなかった。私は遠ざかる二人の姿をずっと見ていた。やっぱり何かおかしい。あの親子をこのまま見過ごすわけにはいかない。こんにちは。かなちゃん、いる？会いに来たよ。めいのことが気がかりだった私は、その後も頻繁に
兄の自宅を訪れた。そして、わざと玄関前で、大声で姪の名前を呼んだ。私の作戦だ。ちょっと、うるさいわね。そんなに大声出さないでよ。近所迷惑になるじゃない。鬼の形相をした兄嫁が玄関の扉を開けた。ごめんなさい。チャイムを鳴らしても気づいてもらえないから。兄嫁は私が来ると居留守を使うようになったのだ。当たり前でしょ。私は毎日忙しいのよ。あんたみたいな気楽な独身にはわからないだろうけどね。私は何を言われたっていい。とにかく姪は無事なのだろうか。かなちゃんに合わせて、私は玄関に押し入った。強引に入ってきて、警察呼ぶわよ。兄嫁は狂ったように叫び出し、姪との面会を拒否した。上等だ。警察が来て、困るのはどっち？かなちゃんと合わせない理由が正当なものなら、正々堂々と警察を呼べばいいわ。兄嫁は顔を真っ赤にした。その時。あゆみちゃん、私は元気だよ。大丈夫だよ。廊下の向こうから、姪が静かにやってきた。以前よりも少し痩せた体に、小さな声。姪は私に優しく笑いかけた。大丈夫なはずがない。きっと兄嫁に言わされているのだろう。しかし私は、その確固たる証拠を掴むことができなかった。それからも私は、たびたび兄の自宅を訪問した。気がつけば秋も深まり、公園の木々は冬に備え、葉の衣を脱ぎ始めていた。子供たちが枯れ葉を足で踏み、その感触と乾いた音を楽しんでいる。無邪気な子供たちの笑い声。本来の健康な子供の姿だ。私はそんな子供たちを横目に公園を通り過ぎた。向かう先は兄の自宅である。めっきり空気が冷たくなり、朝晩は特に冷える。姪は風邪をひいていないだろうか。私は兄の自宅前に着き、一度深呼吸した。その時、ガサッと物音がし、人影が動いた気がした。あたりは少しずつ暗くなり始めている。もうすぐで夕暮れを迎える時間だ。野良猫？私は、その物音がした方に視線を移した。え？私の視線の先にいたのは、野良猫ではなかった。なんと、姪だったのだ。玄関先の植木の陰で、姪はポツンと座り込み、じっと私を見ていた。こんなところで何してるの？家に入らないの？よく見ると、姪の髪の毛はボサボサで、着てる服は薄汚れ、靴を履いていなかった。明らかに不自然だ。弟のお祝いを家族でするから、外で一人でケーキを食べなさいって。姪は、震える両手でケーキを持っていた。このケーキは何？なんとそのケーキは、無残な姿に潰れていた。弟のハーフバースデーだって。パパがケーキを落としちゃったの。汚くていらないから、私が食べなさいって。4歳の姪は、そんな意地悪な父の言葉を素直に受け止めたのだろう。なんて残酷なのだ。こんな格好で寒かっただろうに。私は姪を抱きしめた。姪は安心したように泣き出した。冷たくなった姪の体を私は力いっぱい抱きしめた。許せない。こんな小さな子に
一体兄夫婦は何をしたのだろう。もう、こんな姪の姿を見るのは耐えられない。わかった。もう大丈夫よ。これ以上、あの夫婦の勝手にはさせない。私は自分のジャケットを姪に着せて抱き上げた。ここは寒いから、私のお家に行こうね。私は姪を連れて帰宅し、すぐに風呂を沸かした。姪が風呂で体を温めている間に、私は実家に電話をかけた。兄夫婦と戦う覚悟はできた。そのためにもっと証拠が必要だった。その証拠とは、兄が離婚した理由だった。私は兄と姪の言葉がどうしても信じられなかったのだ。元義士は本当に姪よりも仕事を選んだのだろうか。そこに何かが隠されているに違いない。真実を知るために実家の母に元義士の連絡先を聞いた。そして元義士に電話をかけた。久しぶりに聞いた元義士の声は、やはり昔と変わらない優しい声だった。元義士は姪が置かれた状況を聞き、仕事を途中で投げ出して、すぐに駆けつけてきた。カナ、こんなに汚れた服を着て、痩せちゃって。何があったの？どうしてこんなことになったの？ごめんね。こんな辛い思いさせて。ごめんね。元義士は、姪を思いっきり抱きしめて、声を詰まらせた。ママ。姪は泣きじゃくり、そのまま疲れて眠ってしまった。久しぶりに見た母親の姿に安心したのだろう。母の腕に包まれて眠る姪の姿。幸せな子供の寝顔だった。今までのこと、詳しくお話ししますね。姪を布団に移して、私は元義士に今までのことをすべて話した。なんてことを。元義士は顔を青ざめ、肩を震わせた。私が育児放棄ですって。元義士の目に涙が溜まっていた。そして、震える唇を噛みしめて、私に離婚の真相を話し出した。真相は、こういう内容だった。元義士は、家事や育児、仕事をすべて一人でこなす一方、兄は出張のため、家を留守にすることが多かった。休日も兄は出かけてばかりで、家のことは元義士に任せっきりだったのだ。そして元義士は、兄の立て続けの出張に、次第に疑問を覚えるようになった。やがて二人の気持ちはすれ違うようになり、口論が増えた。お互い離婚を視野に入れた話し合いをし、親権は元義士が取ることになっていた。しかし、状況は一変した。元義士の勤め先は、誰もが名前を聞いたことのある大企業で、大きなプロジェクトを任されていた。課長という立場から抱えるプレッシャーは、人並みならぬもので、精神的に追い詰められていった。少し失敗が続くと、自分の責任だと全てを背負い込み、自分を責めるようになった。自宅に帰っても、仕事と家庭との切り替えができなくなり、落ち込んでばかりいた。次第に、自分はダメな人間だと思い込むようになり、動悸やめまい、震えや不眠に悩まされるようになった。あの時、私は自分を見失っていたの。そのタイミングで、マサヤから離婚届を突きつけられた。精神的にも、体力的にも追い詰められた元義士は、寝込むようになり、すべての気力を失った。元義士が寝ていた部屋の扉は閉められ、姪が部屋に入ってこなくなった。いや、兄が姪を
入らせないようにしたのだった。私がカナを邪魔者だって？そんなこと言うはずがない。疲れて帰ってきた私を癒してくれたのは、カナの笑顔なのよ。その時、メイが布団から起きてきた。ママは私を捨てたんじゃないの？そして、恐ろしい事実が発覚した。これは、元義士の金を目的にした兄の企みだった。元義士と離婚して、メイの親権を手に入れ、元義士から養育費を払い受けるための兄の悪質な嘘だったのだ。兄は元義士に隠れて、メイに嘘を吹き込んでいた。ママは自分を愛していない。ママは自分を仕事の邪魔だと思っている。私がいなければ、ママはもっと仕事ができる。私はいらない子なんだ。兄に洗脳されたメイは、次第に元義士と距離を置くようになった。そして、離婚して兄についていくと決めたのだった。メイの親権を兄に奪われた元義士は、ショックのあまり正当な判断ができなくなった。寝込んでばかりで、メイに何もしてやれないと、自分の無力さを嘆いた。そして、兄の実家で、両親と一緒に育ててもらう方が、メイにとって幸せだと考え、元義士は大切なメイとの決別を選んだ。すべては、元義士の心身の不調を利用した兄の作戦だったのだ。カナを捨てるはずないじゃない。ママが世界で一番大切なのはカナよ。何を失ってもいい。カナがいたら、ママは幸せよ。やっと、母と娘の気持ちが結ばれた瞬間だった。離婚してから、私は変わったの。このままじゃダメだって。それから、体と心の健康を取り戻して、自分で動き出したの。すべては、カナを返してもらうために。元義士は力強く言った。そして分かったの。本当の離婚の理由が。元義士は離婚前から兄の不倫を見抜いていた。その不倫相手とは教養のない下品な女性であることも。その下品な女性とは兄嫁のことだ。あんな女にカナを渡したくない。私は親権を取り戻すために弁護士に相談していたところだったの。その時、メイがやっと重い口を開いた。私、あの家に帰りたくない。ママと一緒にいたい。パパに言うなって言われてたんだけど。やはり、兄夫婦に口止めされていたのだ。メイが話したあの家での生活は、想像を絶するほど残酷なものだった。兄嫁は、生まれた息子ばかりを可愛がり、メイは邪魔者扱いだった。あんたは邪魔だから、一人であっちでご飯食べてな。メイは毎日一人で暗い部屋で食事をしていた。あんたが食べるご飯なんて、これで十分だよ。メイは毎日、兄夫婦の残飯ばかり食べさせられていた。そして毎晩、寒い部屋で一人で寝ていた。風呂も入れず、外出も許されない。自由をすべて兄夫婦に取り上げられていたのだ。リビングからは兄夫婦が弟をあやす幸せな声が聞こえ、ドアの隙間から漏れる明かりを見て眠る。メイは毎晩、元義士のぬくもりを思い出して、力なく瞳を閉じる。そんな日々だった。私たちは絶句した。これは、しつけや教育という理由で済まされる問題ではない。踏み出しましょう。私の言葉に、元義士は力強くうなずいた。もう、
あの夫婦のもとに目を返さない。そして私たちは兄夫婦と全面的に戦うことを決意した。私は元義士と姪を家に残して警察署に赴いた。そして一度大きな深呼吸をして署の扉を開けた。私たちの戦いが始まった。兄夫婦が姪を日常的に放置し、苦痛な生活を強いていること。私が何度訪れて注意しても改善の兆しがなかったこと。姪に口封じをしていたこと。そして、姪を玄関の外に裸足で放り出したこと。私はすべてを警察に話した。翌日、警察は兄の自宅に向かった。閑静な住宅街にパトカーのサイレンが鳴り響く。近所の住民はその騒ぎに驚き、何事かと外に出てきた。そして、数台のパトカーが兄の自宅の前に止まり、複数の警察が玄関に押し寄せた。急にお前ら、何なんだよ。話せ。やめてよ。人の家に勝手に上がるんじゃないわよ。兄は激しく抵抗し、警察官と揉み合った。兄嫁は警察官の手を振り払い、逃げ出そうとした。しかし、どれだけ人がわめき、暴れようと、警察にはかなわず、事情聴取のため、二人は警察官に連行された。息子は兄嫁の両親に預けられた。警察官は、二人の姪への態度に、行き過ぎたところはなかったかと問い詰めた。しかし、二人は黙秘を続けた。兄は署内でも大暴れし、何度も警察官から押さえつけられた。次に警察は家宅捜索を始めた。すると、暗くて小さな部屋から、姪が生活していた痕跡が見つかったのだ。汚い毛布に汚れた食器、抜けた姪の髪の毛などもあった。警察は絶句した。違う。あいつが好き勝手にあの部屋で生活をしていたんだ。それでも兄は自分たちがしたことを認めようとしなかった。そうよ。私はちゃんとあの子の面倒見ようとしたわ。でも、あの子が私に懐かなかったんじゃない。そんな苦しい言い訳が警察に通用するはずがない。最後に警察は二人に姪の居場所を質問した。しかし二人はその質問に答えられなかった。娘が今どこにいるのかわからないなんてどういうことだと警察は声を荒げた。二人は固まり沈黙が続いた。潰れたケーキを押し付けて家を追い出した。それから娘はどこに行ったのだろう。兄は初めて涙を流した。かな。こんな寒い中、裸足でどこに行ったんだ。ごめんなさい。初めて見せた父親の顔だった。でも今更もう遅い。そして兄夫婦は保護責任者遺棄罪で執行猶予の刑事処分を受けた。しかし、受ける処分はそれだけにとどまらず、今後の二人の生活は一転していくのだった。数日後、警察署を出た兄夫婦は疲れ果てて自宅に帰った。自宅には姪の姿がない。一体どこに行ってしまったのだろう。かな、どこにいるんだ。兄は家や庭、そして近所を走り回って探した。しかし、姪を見つけることができない。頭を抱えて自宅に戻ると、兄嫁が表情を曇らせ、兄の帰りを待っていた。お客さんが来てるよ。リビングに入ると、スーツ姿の見慣れない男性がいた。その男性が兄に名刺を差し出した。弁護士さんですか？兄は動揺した。
その弁護士は元技師から依頼を受け、兄の自宅にやってきたのだ。元技師は離婚前に知った兄の不倫を徹底的に調べ、証拠をつかんでいたのだ。その証拠とは壊れたはずのスマホだった。元技師が兄の壊れたスマホを自力で復旧させ、メッセージのやり取りや写真を入手した。さらに、兄の同僚に聞き込み調査をして、彼らの証言を録音していた。その証拠を弁護士から突きつけられ、兄夫婦は反抗することができなかった。元技師は兄に対し、親権の返還と不倫の慰謝料を請求した。嘘だろ。兄の顔は真っ青になり、その場に立ち尽くした。頼む。許してくれ。慰謝料なんて、こんな大金払えないよ。それに、俺はやっと、カナの大切さに気づいたんだ。カナがいないことが、こんなに寂しいことなんて。頼む。これからはカナを大切にする。だから、俺からカナを奪わないでくれ。兄は弁護士に泣きついた。今さら姪の大切さに気づいたと言われても、もう手遅れだ。誰もがそう思うだろう。弁護士は表情を変えることなく、その場を去った。その後、裁判が行われたが、言うまでもなく、原告人である元技師の勝訴で終わった。兄は、家事や育児を元技師に任せっきりで、外では女遊びが絶えなかった。遊びのつもりで手を出した兄嫁と不倫関係を続け、結婚を意識するようになった。慰謝料の支払いを逃れるため、兄は元技師が育児放棄をしたという自分に都合のいい離婚原因を考え出した。さらに、毎月支払われる元技師からの養育費は、姪のためではなく、自分たちのために使い込んでいた。姪の親権は元技師に移行された。そして兄夫婦に対し、今まで元技師が支払った養育費の全額返済命令が出た。さらに今後は、兄が元技師に対して、姪の養育費の支払い義務を課された。慰謝料と多額の養育費返済、さらに養育費の支払い。兄夫婦は言葉を失った。まず二人は自宅を売り払い、古い小さなアパートに移った。それでも支払い金額に到達できず、兄は両親に泣きついたが、事情を聞いていた両親は激高し、兄を追い出した。それから二度と両親は、兄と顔を合わせることはなかった。兄は私にも頭を下げに来たが、言うまでもなく兄を追い返した。二人は昼夜問わず働いた。それでも生活は苦しく、毎日疲労困憊の二人は、子育てする気力さえ失った。息子は兄嫁の両親に育てられることになり、二人の仲もギスギスしてきた。あんたと結婚した私がバカだったわ。そもそもなんで私があんたのために働かなきゃいけないのよ。兄嫁は毎日のように文句を言った。そんなこと言うなよ。こんなことになったのは、お前にだって責任はあるじゃないか。お前が今まで働かずに、俺の金ばかり頼っていたからだろ。兄も日頃の苛立ちを兄嫁にぶつけた。二人の言い争いは毎晩続いた。そしてついに兄嫁は夜の仕事に出たまま家に帰ってこなくなった。夜の店で働いていた兄嫁は金持ちの客に目をつけたのだ。その客に近づき、兄嫁は夜の街に消えていった。一人残された兄は一攫千金を狙い、ギャンブルに手を染めた。しかしそれもうまくいかず、ついに借金を重ねるようになった。借金地獄から抜け出せなくなった兄は、家賃の支払いも怠り、アパートから追い出された。そして住居を失い、
借金取りの恐怖に怯えながら、狭く、汚い路地裏で身を潜めるようになった。その後、兄はどういう人生を送ったのか、誰も知る者はいない。あゆみちゃん、ありがとう。ママと暮らせて、本当に嬉しいよ。めいに笑顔が戻っていた。あゆみさん、今までめいのために尽力いただいて、本当にありがとう。あゆみさんがいたから、かなは助かったし、私と暮らせるようになったの。本当にありがとう。元義士が深々と頭を下げた。めいの幸せそうな姿を見て、私は一安心だ。しかしその反面、少し寂しさもあった。元義士の家は私の自宅から遠く離れているのだ。これからは、めいと気軽に会うことができなくなる。あゆみちゃん、電話するし、手紙も書くね。めいの笑顔が眩しかった。次の夏休み、よかったら一緒に旅行に行きましょうよ。かながあゆみさんと離れるのが寂しいって言ってて、それなら、夏と冬の長期休みに会える楽しみを作ろうって話になったの。めいも私と同じ気持ちだったのだ。本当に、ぜひ行きましょう。楽しみにしてるね。するとめいが小指を立てた。約束だよ。私も小指を立て、めいの小指と絡ませた。指切った。そして私たちは、青空高く、小指を突き上げ、笑い合った。